ここは日本埼玉県のあるところ、竹林の奥に鎮座する才の根道場では、今日も尺八の高みを目指す者たちが厳しい修行に明け暮れています。帯渚神永大輔登山流尺八師範への道。皆さんこんにちは。フリーアナウンサーの帯渚です。マスター鷹山です。はい、今回もですね、前回に引き続き泉州尺八工房の三塚さんにお世話になりまして、いろいろ工房の中をご案内いただきたいと思います。はい。こちら泉州尺八工房、いっぱい楽器が展示してあります。はい、実際に見て手に取って演奏して楽器を選んで買うことができるという風になっていますので、楽器ごとの違いもありますし、あっちにメタル尺八ってね、金属でできた楽器なんかもあるので、ちょっと一つ一つちょっとご案内いただきながら体験してもらおうと思います。お願いします。お願いします。尺八、これなんかラベルが貼ってあるんですけど、これも違うのがありますよね。白、黄色、オレンジ。はい。タイプに分かれてます。それでこの黄色いラベル貼ってあるのがここに書いてあるタイプ A という。でこれは僕が演奏するために性能のいいものを作ろうとした結果、こういう穴が大きい。大きいですね。ちょっと塞がりますか。あ、もう全然入っちゃう。本当入っちゃう。埋まっちゃいます。それでね、フルートなんかの原理というか、内径と同じ穴をここに開けてしまうと、そこで切ったのと一緒になっちゃうんですよ。なので音程調節が非常に楽になる。だからフルートなんかは指で押さえられないような穴が開いてるので、担保っていうのがついてるようになったんですね。理論からこう研究して作ってるうちにだんだん穴が大きくなっちゃって、僕はこれで押さえられるんですけど、で僕がこれで演奏してると、いやいい楽器だな、欲しいですっていうので、こういう工房が成り立ったんですが、こういうね、そういう人がはい、今ね、結構お子さんとか女性の方とかね、増えてますからね。性能はいいのは分かるけど、これじゃ抑えられないじゃんっていうのに応えて、ちょっと穴の小さいのを作ってあるんです。それがタイプ B ですか。そうです。タイプ B、ちょっと小さいのがタイプ B で、さらに小さいのはタイプ C。これだったら何度も抑えられますかね。あ、本当ですね。抑えられます。っていうふうなことで、穴の大きさを変えて、でも性能的には同じようになるようにしようっていう。はい、穴が大きい方が深い音が出る。そうですね。はい。同じ穴の大きさでも竹がそもそも一本一本太さが太いの細いのあるじゃないですか。そのあたりでもちょっと手に持つフィーリングというか、竹の丸も完全な丸じゃなくて縦長の丸とか横長の丸とかもあるので、その辺でもちょっと感触が変わってくるかそれがさっきもちょっと前回も言いましたけど、ここ太くなると穴の深さが深くなるので、その分音程が低くなっちゃうので、もっと大きくしないといけなかったり、それで音色がどんどん変わっていくので、この中に同じ音の楽器が実はないんですよね。確かに竹が細いのと太いのとってね、また全然違うんですね。そうですね。こうやってラベルってちゃんとお値段とともに書いてあるの、とてもありがたいと思うんですよ。僕一番最初に泉州尺八工房の楽器を用意していただいた時は、このラベルが確かなかったそうですよね。確かに一本一本全然違うんですけど、これが28万円のやつなのか40万円のやつなのかどれなのかわからないってドキドキしながら吹いていたんですけれど、値段が高いから自分にバッチリとは限らない、その相性はあると思うんですけど、このお値段の違いっていうのはどういった理由で変わってきてるんですか。タイプ A っていうのは穴を大きくして非常に鳴るようにしちゃうと、不具合もものすごく分かっちゃうんです。だからこれ非常に時間がかかります。なるほど、仕上げるのが大変なんですね。穴がちっちゃくなってくると、実はちょっとマスキングされちゃうんですね。不具合のところが。なので仕上がっちゃう期間はこれに比べるとちょっと短くできるという。だけど実は同じなのね。やっぱり時間はかかってるんですけど、何か差別化したいなと、少し安いのを作ってるっていう。だいたい相場でいうと、このタイプ A だと税抜きで38万5千円。黒洋楽器っていう。タイプ B ですと28万円、10万円安くなってしまう。あとはいろいろな尺八サイズがありますので、例えばこれ私の尺八なんですけど、これはもうこれ1尺8歳。でもやっぱり穴の大きさが全全然違いますね。こうやって並べるとね。穴が小さいと音程が低くなっちゃうので、高いところに開けないと合わないっていう。確かにこの長さが違いますね。
あと楽器の歌口の部分、あはいはいはい、ここの三角か丸かで金庫流か登山流かということが一応分かれています。そうですね。はい私は登山流登山流の丸い、はい、歌口になっていますね。まあ例えば登山流で師範になるための試験を受けるときには、まあ、登山流の楽器で挑むのが、はい、いいと思うので、まあ、そのあたり一応分かれてるって感じです。両方の流派の楽器が並んでいます。これはでも今度本当にこうデザインが違うだけなんですけど、楽器の性能としては基本同じなんですね。はい、このラベルがついてないこちらはどういうこれははいこれも竹なんですけど、はい竹の表面を全部ツルツルの取っちゃって太さも均一にして面白いのできないかなっていうのが実験的にね作った楽器です。ちょっとおびちゃんそれよく吹いてみません？ね穴大きいよ。穴大きいのでちょっと大きそうでもだね。こう細いですね、うんなってるけど塞げてないですね。ちょっと穴がねそうですね、はいはい穴もこれメリがしやすいようにメリカットっていうメリカット。いいこっちやらなくてもいいんで、すごい練り苦手ですちょっとちょっことうずらすところに小さい穴が開くので、はあまあ吹きやすいんじゃないかなと思って全部これ作ってあります。いろいろ工夫があるんですね、尺八。これフルートとそうですね。これ面白いですね。このはい。辺は尺八ですけど、そうですね。フルートってもともとこういうのが上についていて、はい横に吹くんですけれど、これメタル尺八エアリード X の頭部からね上の部分だけを上の部分これにくっつけるとフルートを縦で吹ける。へえこれ面白いのはそのフルートの良さ、細かい音がこうでできるけれど尺八みたいにメルカリもいいし、村行きとかもできるし、もうここに来るといつもなんか新しい変なのがあるんですよ。面白いんですよ。三塚さんのアイデアでいろいろやってるんですか、まあそうですね。でも僕だけのアイデアとかやっぱり中にはこうフルート縦に吹けないですかねっていう人もいたんでね、あできなくはないよねって作った。でもね、もともとフルートをやっていて、その後尺八始めた人はきっとこういうの欲しくなりますよね。いやでもいろんな尺八があるから本当楽しいですよね。はいサイズも違うしね、はい太さも違うし。色も違うし。ねはい、そうですね。この白いやつがタイプ C。はい。まあ穴が小さめではあるんですけれど、全然なりますね。そうですね太さもありますもんね、結構。これがタイプ B。もちろん楽器の作りの違いもあるんですけれど、正直この太さの違いもね、はいかなり影響してますね。そしてタイプ A。はい。やっぱりパワーが、確かに。はい、音が大きい感じが、いや響く感じがします全然ね。また違いますはいね。、これ僕が普段使ってる楽器なんですけど、まあもう自分の楽器だから慣れてるからやっぱりこう音が出るんですけど、これはまあ今で言うちょっとタイプ B なのか C なのかみたいな前のちょっと作りの楽器ですけど、最近の楽器違うのはタイプ A とかタイプ B だと下がこうやってラッパ状に、そうですね。本当だ。はい、なってる。これ私のなんですけど、私のもちっちゃいんですが、もともとはこうですね。こんな開くんですね、今ね。ストンと切ってるところが外に出るときに若干抵抗になるらしい。はい。なのでこういうふうにやると滑らかに。だからメガホンとかはいラッパになってるみんなそれのラッパみたいな原理なんですよね。普通の音っていうのはただ大きい音出るってだけじゃなくて小さい音からちゃんとフッと鳴るっていうおために。つのろ難しいです。だからですね、きっと。だから出ないんですよ、きっと。ラッパにした方がいいんじゃないですか。いやーとか、あとは一尺八寸以外にも、はいまあ一尺六寸、春の実ね、おびちゃんも吹いちょっとてますね。短い。穴をちょっとちょっとはいね、でもちょっと出してみあ、ます。でもね、いろいろ本当重さも全然違いましね。そうですすね。竹によって密度がちょっとね、違ったりしますよね。うんうんうん。
ってみません？あーこれはすごい一尺一寸間、すごい、いつものと比べると全然まあいいですよね。ねはい、この一尺八寸が全部の穴を塞ぐとドレミのレの音なんですけど、レミファソラって5個上がって、一尺一寸はラドレミソっていう並びの音になる。みそラドレへ全部塞ぐとラですね。えらなりそうちょっとね泣いてるね。うんうん、そうですね。へえ高いまたちょっとなんていうの、より笛らしい音がしてきますよね、あー短くなると。これは一尺三寸間、時間ですね。時間、そからや衣装とあってね。笛感がね、なんあかーまるで篠笛みたいなそうですねそうはいですね感じに短くなると近づいてくると思いいやます。どうしてもやっぱり気になったのが、はいはいこのカラフルな金属の、はい、太さでもいろいろと違うんで、はい作ってる方も同じ楽器を作ってくれって言われてもなかなかできないんですよ。うん思ってる通りに全部作りたいなと思って作ったのがこの楽器です。もう表面もここの穴の開いてるところが全部ストレートになってまして、この穴の深さが全部、ほぼ同じになるように、そういうふうにすると非常に理想的な楽器が作れるということで、はいこういうのを作ってみました。はい、エアリード X という名前もかっこいいですよね。金属何で？これはアルミニウムです。アルミニウム。表面はアルマイト処理っていうのをしているので、いろんな色にできるんですよ。可愛いですね。このピンクの尺八なんてこれ初めて見ました。全部販売しているカラーバリエーションおーですね。シャンパンゴールドと、うんこのピンクは本場シャンパンレッド。シャンパンレッド。かわいいかわ可愛いいですね。アルミって軽いじゃないですか。うんそれでも尺八分厚いんで、うん。これでも結構そう他の金属だったらもうどれだけ重たくなってるかって感じなんですけど、あ、確かにそうですね。一尺八寸がこのこれですおお、ね。本当だ、ずっしりと。はい。へーただ音もかなりずっしり。あーはいちょっと吹いてみます？でもなんかネイルの色とテンション上がります。あ、いいですね。すごい。かなりすぐ鳴らせましたね。いいですね。はい、こっちが一尺六寸ですね。音がなんかこう、なんていうんでしょう、強いですよね。アルミと強さとみたいな。でもちゃんと尺八の音が、あーすごい。尺八の音がします。無駄がないというか、しっかり音になってくれるっていう感じがあって、楽器としての性能が素晴らしいですね。と、これはアーカン。これはちょっと指穴が全部自由にこれ動かせる。いいのはそう細かく節が分かれてるから穴のその位置を自分で調整できるんですよ。すごい。これ普通の尺八だったらこのそうですね上上か下かって感じですけはいはいはいどはい、それが一つずつ違うんですね。この歌口の角度も含めて調整できる。だいかっこぶいい。やっぱり渋くなりますよね。まあちょっとコムソのイメージにも近いのかな。こっちはもうもっと長い。竹のもっと長いのがありますね。これのこれのオクターブ下です。これの1オクターブ下。へー。かっこいい。すごーい。ちなみにこれは何ですか？これはちょっと重いので、ええこうもう支えるためのもう支えたりはこれで引っ掛けてればいいので、かなりなるほ楽ちんになるんじゃないですか。いいですね。
実際に試し吹きをして一本一本の違いだったり、楽器の作りによってのその違いだったりっていうのを、楽しめるのはこちらなので、すごいはい楽しいですね。本当に一本一本違いますもんね。そうですね。ははい、ぜひ皆さんも千秋尺八工房遊びに来て、いろいろ試し吹きしてもらえればと思います。コーヒーをお出ししてお待ちしておりますいいですね。居心地のいい空間です。では今回はこれまで。おっす。